25、良い羊飼い。ひ弱で無能だったアサフは、ピリポ・カイザリアの山で鍛えられ、とても有能な石工になっていた。いよいよ家の内側の大工工事が始まった。イエスはあまり大工工事は得意ではなかった。そこでヨエルはイエスをからかって、これでも本当に大工の子なのかと言った。イエスも大声で笑いながら言った。そのうちまたナザレに戻って、もう一度修行をしてこなくちゃね。ヨエルは言った。哲学者の手では一生かかってもダメなのではないですか。二人は大笑いした。このようにイエスのいるところには、いつも喜びと笑いがあった。時の流れは早く、この辺りは美しい春の景色と、新鮮な緑に囲まれていた。ヨエルは羊と一緒に野山を歩きたかった。そこで孫のナタンに羊の世話をさせるために、イエスは一匹ずつ羊の名前を呼ぶように指示した。ナタンは誇らしげに羊の名前を呼び、実に見事に羊をあしらった。ヨエルはとても嬉しかった。エホバの神がこれほどまでに豊かにしてくださったことを心から感謝した。そこでイエスはヨエルを連れ出し、近くの岩の上に腰を下ろした。そこでイエスはヨエルに言った。2日以内にお別れしなければなりません。ヨエルは突然暗い顔になり、悲嘆に暮れていた。イエスはなおも続けていった。そろそろ人間社会に戻る時が来たようです。ここは本当に天国です。できるなら一生ここであなた方と一緒に暮らしたいと思うのですが、天の御父が私を呼んでいるのです。またこの世の社会が私を呼んでいるのです。天の御父の御心に従わねばならないんです。誰が一体この羊を飼うのですか。ナタンがいるではないですか。彼はもう立派な羊飼いになりました。ではどうか私を連れて行ってください。地の果てまでもあなたに従ってまいります。あなたのお言葉は何者にも比べようもなく美しく素晴らしいのです。イエスは尋ねた。この家をどうするつもりですか。この家を捨てるとでも言うのですか。ヨエルは返答に苦しんだ。二頭を追う者は一頭も得ずの苦しみであった。ヨエルは言った。この家を捨てるつもりです。そしてあなたの後についていきたいのです。宝のあるところには心が引きつけられるものです。あなたもきっと家のことを思うようになりますよ。それに私はもっとはっきり天の御父の御心が知りたいのです。ヨエルは仕方なく思いとどまった。そしてイエスがいなくなることを深く悲しんだ。その日の夕方、ヨエルの家からかなり遠くに住んでいたアブネルという男が近づいてきた。アブネルは日頃からヨエルの囲いから毛並みの良い一匹の若いお羊を盗み出そうと狙っていた。彼は夕暮れに斜面をこっそり登ってきて羊の囲いに近づいた。ヨエルとイエスは一旦羊の群れから離れ、食事を取りに家に帰った。イエスは羊の面倒を見ているナタンと交代しようと思い、ヨエルと一緒に出かけていった。ヨエルは言った。私の孫はまだ子供です。あなたがいなくなれば、きっとお手上げになり、今度の冬が来るまでに羊はみんな死んでしまうでしょう。ヨエルはイエスがどんなに羊を愛しているかをよく知っていたので、なんとかイエスを引き止めようと必死になっていた。二人は羊の囲いまでやってくると、なんとアブネルが若いお羊を囲いから引きずり出そうとしているではないか。ちょうどその時、孫のナタンが近づいてきて、羊の名前を呼ぶと、アブネルのロープを振り切ってナタンの方へ駆け寄った。若い羊飼いは優しい言葉をかけて、怯えている羊を慰めた。日はとっぷりと暮れ、辺りは夕闇に包まれていた。イエスはヨエルに言った。ご覧なさい。あの若い羊飼いの素晴らしいこと。良き羊飼いは羊の名前を知っており、羊は呼ばれればちゃんと答えます。よそ者には目もくれません。これで私も安心してここを立ち去れます。羊の友として生まれてきたような若者の手に任せます。ヨエルは無言のままでいた。もうイエスをとどめる手立てがないことを悟ったからである。ヨエルはイエスが手伝ってくれた新しい家を守ることにした。